江戸のそばを食べてみたら驚いた。昔のそばは今と違う。導入、江戸のそばチャレンジ。ある日のお昼、あきらくんは湯気の立つおそばを食べながら言いました。おそばっておいしいよね。でも江戸時代の人もこれと同じおそばを食べていたのかな。するとあかねちゃんが微笑みます。実はね、江戸時代のおそばは今とは少し違っていたと言われているんだよ。どう違うの？その時、虎が石臼の上へ飛び乗りました。今回は江戸のそばチャレンジだにゃ。その瞬間、3人の前に江戸の街並みが広がりました。第1章、石臼で粉をひく。江戸のそば屋さんでは大きな石臼がゆっくりと回っています。ゴリゴリ。職人さんは急ぐことなくそばの実を少しずつ引いていきます。こんなに時間がかかるんだね。すると石臼から出てきたそば粉を見てあきらくんは驚きました。今のおそばの粉よりかなり黒っぽいね。そうなんだよ。江戸時代は現代ほど製粉技術が発達していなかったから外皮も多く一緒に引かれていたと言われているの。だから今より色が濃くて香りもかなり強かったみたいよ。じゃあ栄養もたくさん残っていたのかな。そう言われているわよ。昔の人は素材をできるだけ無駄なく使っていたみたいね。昔のおそばってなんだか自然の力をそのまま食べているみたい。虎は石臼の上で得意そうに尻尾を立てました。昔のそばはパワー満点なんだにゃ。第2章、そばを打ってみよう。できたそば粉、大きな木鉢へ入れます。そこへ少しずつ水を加え、職人さんがゆっくりとこねていきます。その手の動きはまるで長年磨かれた匠の技のよう。あきらくんも挑戦します。よいしょ。うわっ、手にくっついちゃった。あかねちゃんは笑います。焦らなくても大丈夫よ。昔の職人さんも何度も練習して少しずつ上手になったんだよ。一杯のおそばにはたくさんの経験が詰まっているんだね。僕も修行したら上手になれるかな。虎はこねられたそば粉の前で言いました。これが職人への第一歩なんだにゃ。第3章、細く切るのは大変。生地を大きく伸ばし丁寧に畳みます。そして包丁で1本ずつ切っていきます。でも太い面、細い面、短い面、あれ、全部太さが違う。あきらくんは思わず笑ってしまいました。その横で職人さんの切った面を見るとどれも驚くほど均一です。すごいな。あんな風に切れるなんて。毎日打ち続けてきた職人さんだからこそできる技なんだね。そばの一本一本に江戸の職人さんの誇りが込められていたんだよ。虎はきれいに並んだそばを見ながら言いました。そばの味は変わらないんだにゃ。第4章、いよいよ実食。たっぷりのお湯で打ちたてのおそばを茹でます。湯気と一緒にそばの香ばしい香りが部屋中に広がります。いただきます。一口食べた瞬間、これって思っていた味と全然違う。香りがすごく強い。しかも
色も今のお蕎麦よりかなり黒っぽいね。そうなの。前に見たそば粉を覚えてる。外皮も多く一緒に引かれていたと言われているから、今より素朴で力強い風味になっていたみたい。素材をできるだけ無駄なく使っていたから、自然の味がそのまま楽しめたのかもしれないね。同じ蕎麦でもこんなに違うなんて驚いた。虎はお蕎麦の湯気をくんくん嗅ぎながら言いました。これは癖になる味なんだにゃ。第5章、江戸の人が蕎麦を愛した理由。江戸の町にはたくさんの蕎麦屋さんが並んでいました。仕事の合間に立ち寄る職人さん、旅の途中の旅人、買い物帰りの町の人、誰でも気軽に食べられる人気の食べ物だったのです。現代の立ち食い蕎麦みたいだね。そうだね。早く食べられて美味しくてお腹も満たされる。だから江戸の人たちに長く愛されてきたんだよ。昔も今も人気の理由はあまり変わらないんだね。虎は胸を張って言いました。そばは江戸のソウルフードなんだにゃ。最終章、昔の味を知る楽しさ。夕暮れ、3人は食べ終わったそばの茶碗を見ながらゆっくり話していました。昔のお蕎麦ってもっと質素な食べ物だと思ってたよ。でも食べてみたらすごく驚いた。香りも味も今のお蕎麦とは違う魅力があったね。昔の暮らしには今でも学べる知恵がたくさん残っているんだね。手間はかかるけれど、素材を大切にする気持ちは今の私たちにも大切なことかもしれない。今度は江戸時代のおにぎりや味噌汁も食べてみたいな。虎は満足そうに前足を舐めると大きく伸びをしました。昔のそばの味も最高なんだにゃ。夕暮れの風がのれんを優しく揺らします。江戸の町には今日もどこからかそばを打つ音が静かに響いていました。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画が面白かった方はぜひチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。